渡辺和幸選手、滝沢真一選手ペア、おめでとうございます。笑顔笑顔笑顔渡辺さん泣いちゃえ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 あーはい、1回戦、始まりましたけども、相手がね、中村選手ということで、まあベテラン対決。そうですね。いきなりですね。いきなりでしたね。なるほど。はい。でこの奈良山さんなんですけど、私もうね来年でカンツリー始めて40年ほど経つんですけどね。40年。歴史すごいですね。正直ほぼ初めてと言っていい、釣り場さんで。なんか意外ですね。ああそうなんです。来たことなかったんですよね。たまたまはいですかね。そうなんですね。でまあ正直全然分からず、まあ自分の中ではイメージとしてはまあ東山湖に近いかなっていう感じだったんで、まあそれもあって。まあ、いろんな方に情報を聞いて、でここはロデオさんのノアビがいいよっていう話を聞いたんでね、まずとりあえずそれから投げてみようということで。そうですね。すごいもう奈良山では定番っていう話だったんで、はい。ところがやっぱり普段使い慣れてないスプーンをいきなり投げたところで、やっぱり私にはちょっと当たりが出せず、でいつも使ってるロミーにチェンジしました。なるほど。ロミーだとスライド系の泳ぎですよね。そうですね。特にやっぱロッドをちょっとこう縦気味に巻くとスライドがね結構してくれるんで、なるほど。はい、それを少し意識してやりましたねこの時は。意図的にこう立ち泳ぎさせてあげることでスライドをより誘発させるような。それでこう結構いい当たりがね出たんで。なるほど。まあこの時は放流が入ってスタートですよね。そうですね。はい。カラーはもうオレキン一色で、はい、もうシンプルな感じ。そうシンプルな感じで、まあそれである程度釣れる魚を釣りましょうよということでスタートしましたね。はい。中村選手どんどん釣りますね。そうなんですよね。もうね私の中ではね中村さんもう本当にこの選手はねここがなんかホームじゃないかと思ってるぐらい、本当よく分かってて、そうですね、よく釣るんで、まあ正直この時もかなりシーソーゲームになったんですけど、はい。まあ、過去の大会でも何度もそうですか、奈良山の大会でも上位に入賞されてる選手なんで、非常に強敵ですね。そうですね。でまあ、この時のねタックルなんですけど、はい、最初、ノアビーの時には、SVG ナイロンであえてナイロンを入れたんですよ。はい、で、それで多分このまあスプーンもそうだったんですけど当たりをちょっと出せてないっていうのは多分スプーンの軌道がちょっと違ってるのかなと思って、この後、このロミーの時にはタックルチェンジをして、はい、スーパーエステルのそうですね03かな03で、はい、03で、ショートリーダー。で、合わせるロッドがフルソリッド、私の、フルソリッドロッドなんですけど、でこう、まあ、乗せていくというのを意識して、やりましたね。なるほどなるほど。じゃあラインはスーパーエステルを使って感度がいい状態で、はい、でロッドはミスを減らすために割とこうむっちりした感じの。私の場合は特にショートリーダーを使う時には、はい、やっぱりノリのいいロッドを使うように心がけていて、なるべくこう当たりに対してこう弾かないようなセッティングでいつもやるようにしてます。はい、最近はもう放流はほぼこれでやることが多いですね。そうですか。なるほど。そして3本キャッチしたところですかさずキアロに。そうです。でまあ、正直ちょっとそのセカンドからサード、どのようなスプーンを投げようかなと思った時に、はい、やっぱりこれも、まあ、東山を
こう頭の中に入れて、まあ、同じような釣りをちょっと展開していこうかなということで、もうすぐにこのティアロに落としました。でまあ、ティアロ 1.6g なんですけど、まあ、普通はここでだいたいセカンドっていうと、まあ金残し、あとはシルバーとか、そういったパターンにこうすることが多いんですけど、唯一ねこのね1回だけこの、大会の、お正月休みの時に、プランに入れたんですけど、一度だけ入れて、でまあ混んでて隅っこの方でしかできなかったんですけど、その時にこう何種類か投げた中でこのティアロの、第5グリーンボ東山ではもう定番なんですけど、定番ですね、やはりねこの奈良山さんでも聞いたんですよね、これはね。なるほど、なのでもう迷うことなくもうこれ投げようと思って、投げました。じゃあここのカラーチョイスはプラの、そうですね、唯一1回だけできたプラで掴んだものでしたね。なるほど。で連続でもうヒットしてそうですね。中村さんも釣りますね。まあ釣るんですよ。釣ったら釣り返されもずっと繰り返して本当にシーソーゲームで、もう本当に全然必須さが離れない。これはもうミスしたら負けるなと、もうヒヤヒヤもんでした。なるほど。でとりあえず前半が、まあ、私が2本リードで、まあ、折り返すという形でしたね。なるほど。これ今巻きスピードは映ってないですけど、スピード的には結構やっぱり、まあ、基本ティアロは私の中ではこう振るギリギリのゆっくりなスピードっていうのが基本があって、同じような感じで、まあ当たりがちょっと遠のいた時には東山もこれも東山湖でよく使う釣り方なんですけど、一旦ボトムを取り直して落としてね、でまたそこから巻き上げるという感じでしたね。途中で巻く手を一回止めて、ボトムまでつけてあげて、そこからまたゆっくり巻いてくるっていう。でまあこのティアロをこの時使ってたタックルなんですけど、正直このもうミスできないよっていう状況だったんで、確実に取るという意味で、私が、ボトムスプーンでよく使っている、チタンティップの、例のやつですね。僕も大好きな。でも合わせるラインはもうレモニーの025に、ロングリーダーセッティング、もうこれでじゃあもう完全にズル引きのセッティングと同じ。全く同じで、もう完全に乗せてグッとこうティップが入るあたりだけを確実に取っていくという、釣り方でしたね。でも、これだいぶもう後半で残り、5分になったところで、今度はもう、これも唯一プラでちょっとだけ分かった、朝だけボトムが効くよということで、もう最後ちょっと黒ボールを、入れて、もう決め打ちっていう感じ。そうですね。まあ決して引数差に余裕があったわけじゃなかったんですけど、これをやれば絶対に1本は取れるっていう変な自信があって、で残り5分になったところで、やってみたんですけど、やっぱ案の定やっぱ当たりが出て、最初ちょっとかかりが浅くて外れてしまったんですけど、2回目いい当たりが出て、でこれのボトムでこう締めるという、なんか私的ならしい展開ですね。なるほど。締めで、終了ということで。アクションはデジ巻き。この時はもうデジ巻きでしたね。なるほど。じゃあまっすぐ構えて、そうです。ハンドルでカクッとアクションする感じですね。で2本差でしょう。でなんとか2本差で。ちょっと途中でもう引数分からなくなって、自分の中でもしかしたら同点ぐらいかななんてちょっと思ってたんですけど、私が終わりました。喋るの。中村さんの得意なおしゃべりをちょっと我慢してもらってね。なんか静かだなと思ったんですよね。そうなんです。ひったくるようなバイトが結構あったんで、やっぱこうレモニーのロングリーダーセッティングがうまくいなしてくれて、ミスもなく取ることができましたね。でやっぱりこうボトムから1回つけて、ある程度こう巻いたらまたボトムを取り直してという、ちょっとやっぱり東山湖に近い、釣りでこう当たりが出る感じだったんで、それをちょっと押し通して、で最後残り5分になったら一応ボトムの反応をちょっと確かめる意味で、黒ボールをデジ巻きしたら、当たりが何回かあって、最後ちょっと締めれたかなという感じでした。はい。はい。はい。と。
した。の内容に間違いがないかを確認してください。いやーきつかったな。クラピーですかね。あーやっぱりちょっとやっぱ上だったな。ボトムが全く反応なかったっす。浮いたっすね完全に。まあまあありがとうございました。お疲れ様でした。3、2、1、スタートです。スタートしてください。一枠だからな。一枠。滝沢さん、審判、野口さん。はい、6です。はい。まあ多分そんなに場所村はないような気がするんですよね。あだけど出てるところはチャンスっていう気がしたっけ。あでもそう入ってんのかな。いいよまだ気が早いから置いときなさいよ。そうですね。では1番から入場の方お願いします。あっち誰も入んないですね。そうですね。やっぱこっちに連れてたからな。はい。6番滝沢さん、入場お願いします。小坂君ベビーバー投げなくていいから。俺が投げるから。その一体何のはい、オープンシングルス、東山高専なんですけど、もうねほぼラスト勝負ラストチャンスと言っていい大会だったんで、もうかなり気合い入ってで、なんとかね決勝戦まで駒を進めることができました。崖っぷちって言ってましたもんね。崖っぷちでした本当に崖っぷちだったんですけど、まあね正直この時期のねこの時の東山子さんはねちょっとね非常にちょっと厳しい状況が続いていまして、そうですね。今年は冬難しかったですね。難しかったですね。具がかなりいて、で本当にこうなんていうかな、一匹がすごい貴重な大会でしたねこの時もね。そうですね。でね、この時、正直、ほぼ、ディスプラウトさんのベビーバイブをメインにボトムで絞り出すような。そうですね。で、はい、何やってもなかなかいい当たりが出すことができなくって、で唯一このねベビーバイブのラトルが入ってるG2ってやつだったかな、これだけはねポツポツ釣れたんですよ。でそれは私だけじゃなくって、周りの選手もやっぱそれ分かってて、ほとんどねこの時はね皆さんこのベビーバイブ使ってる方が選手が多くて、なので私もやっぱりそれはもう絶対外せないなと思って、例年通りの魚影がない中で、その少ない魚にいかに気づかせるかっていうところでそのラトルのパワーで。そうですね。でまあ通常でしたら私もねここでダートランとかタップダンサーをこう使うシーンなんですけど、やはりねこの音、このラトルの音ですよね。これがね本当に唯一こう聞いてるなっていう自分の中であって。なのでこの時も本当に手持ちが少ない、ベビーバイブでこう全部ほぼ全タックルそれをつけて、やりましたね。なるほど。で意識したのがやっぱりその音をあえてちゃんと出すために、シェイクさせる、細かくシェイクして音を出す。あとはもう一つねこう自分の中で釣りをしてて思ったのがこういつもやってるような規則正しい速い出じ巻きだとこう食い切れない。
なのであえてちょっとロッドを立てて上目に持ち上げてこうゆっくり落とすっていう、誘い方をするとまだバイトが出たんですよ。なるほど、なのでそれをこう意識しながらやりましたね。そうなんか今見てて、なんか滝沢さんっぽくないなって思ったんですよ。でしょ。なんかもっと普段でね、普段だったら結構ロッドを平行に構えてやるんですけど、この時は結構ね、シェイクはもちろん寝かせてやるんですけど、デジ巻きの時は特にあえて意識をしてロッドを縦気味にして、でデジ巻きもちょっとゆっくりめに巻いて、ちょっとこうふわふわ感というか、ふわふわ感をこう出して、そうするとこうねバイトがそれでも出たんですよ。なるほど、なのでそれを意識してやったんですよね。じゃあこの時の例年にない厳しさだった東山湖に対応した釣り方、特殊な動かし方、そうでしたね。この時あんまりこういう使い方しないんですけど、で使ってるタックルなんですけど、ラインがねS2 の 0.45、それとあとインフィニティですね、インフィニティの 0.25 とこう使い分けて、でシェイクの時はS の 0.45 をメインに。でデジ巻きの時は、S の 0.45 とあともうちょっと動かせたい時にはインフィニティの浮力を生かして、でもう少し持ち上げたい時にはP の方を使うっていう使い分けでしたね、ほぼ。なるほど。ボトムの釣りだと、どちらかというとスーパーエステル 0.45 がもう絶対的な定番かなと思うんですけど、この時あえてなぜっていうと、やっぱりそのショートバイトが非常に多かったっていうことと、確実にその針をこうなんていうのかな、ぐっとちょっと残し気味に、したいっていうところからスーパーエステルじゃなくてあえて S2 の 0.45 を使った感じですかね。かけた後の安心感もちろんそれもそうですし、そうですね。とにかくあまりこうねキビキビ動かさない方がいいっていうのが、ルアー含め、タックルセッティングもそうですけど、そういうセッティングでこの時はやりました。なるほど。でこの時が前半が15分やって2本。そうでしたね。ショートバイトあと何回か多分あったと思うんですけど、でも確実にこう取れるあたりが本当にもうこの2匹だけでした。なるほど。それこそ例年の東山湖じゃ考えられないようなロースコア。考えられない。そうです。でもうこれ今撮ってるの5月ですけど、もう最近のもうずっと入れ食い入れ食いですよね。ここに来てどうしちゃったんだろうみたいなね。もうどこか行って最近あんまり来なくなって、なんか誰かさんたちが一生懸命魚を追っ払ってくれてるっていう効果あったんですかね。効果がかなり出たんじゃないでしょうかね。でも本当最近僕毎日東山湖行ってますけど、素晴らしいことですよね。この時と比べたらもうね本当に今天国ですね。でもねこういう状況はこういう状況の中で勝負をしてやっぱ釣らなければ勝てないわけなので、これやっぱこの状況に合わせた釣り方っていうのをやっぱしていかないと、考えてしていかないとやっぱ勝てないっていうことでね。それがこの時はあまりキビキビさせすぎずに、で音を出させふわっとさせるっていう、で足りなくなるアピールを音で補ってやるみたいな、そんな釣りですね。そういう釣りでしたね。大体だもんでこうバイトの感じがやっぱシェイク半分、デジ巻き半分っていう感じで、どっちが強いかなって感じはなかったんですけど、やっていてね、だから交互にこうやる感じですよね。もう代わりばんこに、あとはカラーをちょっと変えてね。ここでこれが3本目ですね。かなりもうトップ目でしたよね、この時。そうですね。やっぱ皆さんもかなり苦戦していて、やっぱり釣れてなかったんでね、この時は。本当に1匹が貴重な大事な試合でしたね、この時は。でここからがもう最後の絞り出しですけど、もう本当にそのワンバイトが乗るか乗らないか。でこれがね、こういうのがねこれ痛恨ですね。痛恨ですね。今結構入ってたんでね、見てるとね、たまたまねやっぱ針の当たりどころとかで刺さらない時もありますもんね。この辺が勝負のあやですかね。だから本当はもうこの時はね、もうベビーバイブと心中みたいな気持ちで、なるほど、ほぼやりました。やりきるしかないな。そういう意味ではもう本当滝沢さんらしい試合かなっていう。もうそう、私やりきるの結構得意なんで。なるほど。でここでまたデジ巻きを入れて、なるべくこう同じね誘い動かし方を乗らないですね。なるべく見せないようにね。
ちょこちょこ変えながら。やっぱこの時間帯になってくると人的プレッシャーもがっちりかかって、よりショートバイトが増えてくる感じですかね。そうでしたね。あとやっぱね、この時やっぱりこの場所村というかね、このオーバーフローに近づけば近づくほどこうなんか当たりがまだ出ていったような私の中でイメージがあって、はい、でそっちにこうね本当はできれば入りたかったんですけど、やっぱりそれは皆さんも知ってて、そうですよね、やっぱねそう順番でいくと私はどうしてもそこに入れなかったんで、っていうのはありましたね。はい、で最後はショートバイトに苦戦しながら3匹でフィニッシュという感じですね。なるほど。いやーこれ惜しかったですね。まあね本当に、ちょっと足りなかったな。ちょっとね、なかなかちょっとうまく当たりを後半出すことができなくて、もうちょっと何かが足りなかったかなと思います。また次頑張ります。ありがとうございました。